さあやってまいりました。第1回塗装下準備選手権決勝。ついに一騎打ちまでやってまいりました。今回のこの決勝で戦う2人を紹介したいと思います。画面右の板金塗装女子花。そして画面左側板金塗装女子の実の父親であります。板金塗装歴30年の父親がやや有利のこの勝負。しかしビギナーズラックという言葉もこの世界にはあります。一体どちらが初代王者になるのでしょうか。ではここでルールを説明します。ルールは至って簡単。早く確実に研磨した方の勝利。研磨というのは表面の凹凸をなくすことが目的です。まずは300番と言われる粗いサンドペーパーを使い研磨。その後、水を含ませた500番と言われる300番よりややきめ細かいサンドペーパーで研磨をします。最後に、スコッチと言われる研磨と洗浄の2つの機能を備えたスポンジのようなもので研磨をします。そして終わったら手を挙げて報告。しかしこの選手権、ビギナーには特別なハンデがあります。画面左側の父の部品はやや研磨の難易度が高めの部品。加えて板金塗装女子が電動研磨機を使うのに対し、父は全て手動。このハンデも入れるといい戦い。どちらが勝ってもおかしくないこの勝負、注目です。では、選手入場です。ではもうすぐ試合開始の合図が画面右側の花からあります。さあ準備が整いました。さあ試合開始でございます。画面右側板金塗装女子花本人が試合開始の合図を出して試合が始まりました。この試合開始の合図のロス、時間のロスでやや左側の父親が有利というところではありましょうか。しかしそんなことは気にせず2人とも作業に黙々と励んでいます。しかしこのハンデが一番この試合では大きな差を生むと私は考えております。なんといっても画面左側の父親はサンドペーパーを使った手作業、それに対し画面右側の板金塗装女子花は電動研磨機を使っています。やっぱり電動研磨機ですから手動には及ばないところはあります。しかし画面左側板金塗装女子花の父親は30年の経験があります。その経験がこの電動と手動の差を縮めることはできるのでしょうか。この試合の一つの見どころではあります。さあ試合開始から約30秒が経過したところでしょうか。もうすでに画面左側父親の方はもう端からどんどん攻めている状況です。戦略的に攻めているのでしょうか。画面右側板金塗装女子花はただ闇雲に電動研磨機を当てています。それもそのはず、30年の経験がありましたらどこに凹凸があってどのように処理してどのように攻めていけば、この試合勝つことができるのかというのは一目瞭然というか、もう本当に朝飯前のことなんでしょう。しかし画面右側板金塗装女子花はまだ初めて1年も経っていない、ビギナーですからその辺分からず、ただ闇雲に凹凸を消す、それも一つの戦略なのかもしれません。試合開始から1分経とうとしていますが、まだどちらが優勢劣勢というのは特にはありません。さあもう3月、春の足音も聞こえてまいりました。暖かくなってきます。日が差し込んでいます。2人とも、その暖かさに負けず熱い戦いを繰り広げてほしいです。さあ画面右側板金塗装女子花本人は電動研磨機を使って研磨をしています。サンドペーパー300、やや粗いところで一度大きな凹凸を削っているようです。さあしかし画面左側の父親はもう真ん中ら辺に手をかけ始めました。先ほどは端から攻めていく様子が見受けられましたが、今は真ん中にやっているようです。30年の経験がありますから、どこに凹凸があってどのように処理していけばいいかなんていうのはもう彼にとっては朝飯前なのでしょう。それに対し画面右側の板金塗装女子花本人はやや苦戦しているようにも見えますが、しかしなんて言ったって電動研磨機。ここで画面左側の板金塗装女子花の父親がダウンベストを脱いだ。ここで本気モードに入るのか。それを見た板金塗装女子花も気にしています。画面左側板金塗装女子花の父親はもう第1段階を終えたのでしょうか。この電動と指導の差をなんと30年の経験で本当に埋めてしまいました。板金塗装女子花は電動研磨機を使っているのにもかかわらずまだ第1ステップを終えていない。少し焦っている。手元がどんどん動いている。どうでしょうか。何か伺っている様子。早いという言葉がありました。やはり父親は30年の経験がありますから朝飯前なのでしょう。画面右側の板金塗装女子花はハンデをもらっているにもかかわらず少し戸惑っているようです。もうここでサンドペーパーを500に変えて仕上げにかかっています。画面左側。しかしそれに対して画面右側はやや出遅れているでしょうか。しかしビギナーズラックという言葉がこの社会にはあるように、初心者でもこの勝負勝つことができるということがありますので、ぜひ頑張ってほしいものです。画面左側板金塗装女子花の父親はもう第2段階第2ステップも端から攻めていく、ややもう戦略的に勝つようですね。しかし画面右側の板金塗装女子花まだ第1ステップを終えることができていません。この時点では画面左側の板金塗装女子花の父親がやや有利に試合を運んでいるというような印象です。しかし試合で何があるか分かりません。何かトラブルがあれば挽回できるような差ではあります。画面右側板金塗装女子花は
一生懸命頑張っているのでしょう。しかし画面左側、板金塗装女子花の父親はもう仕上げにかかっています。右手はサンドペーパー、左手にはスポンジと、もうここは経験が差を生んでいます。さあそして水をかけてどんどん進んでいます。しかし右側の板金塗装女子花本人は研磨をまだ電動研磨を終えることができていません。やはり最初の戦略、端から攻めていくというような戦略は少し合っていたのかもしれません。で、画面右側、板金塗装女子花本人はまだ、板金塗装を始めて1年も経っていませんので、その辺は容赦してください。お願いします。はい、画面左側の板金塗装女子の父親はもうすでに第1ステップを終えて第2ステップに入ろうとしています。500の研磨を今やっているようです。しかしもう左手にはスポンジを持っているので、もう仕上げにかかっていますね。はい、画面右側、板金塗装女子花本人はまだ第1ステップを終えることができていません。おっと、ここで手に電動研磨機からサンドペーパーに変えた。第1ステップを終えました。画面右側、ややおっと、ここで画面左側の父親が右側に助けに行ったのか。まさかこういう試合が見れるとは思いませんでした。決勝戦なのに手助けをしています。やっぱり板金塗装というのは広い世界ではありますけども、人と人とがつなぐ世界ではありますから、こういった助け合いも見られました。やっぱりこういうのがスポーツマンシップというものでしょうか。やや少し感動のシーンが見られました。しかし戦いはまだ続いております。ここで画面右側の板金塗装女花本人も第2ステップに入っています。ここで左側の父親を参考にしたのか、花も端から攻めていくような戦略が少しだけ見られます。板金塗装女子花の父親はもう半分を過ぎようというところでしょう。やっぱりこの勝負、30年の経験がこういった差を生んだのでしょうか。やや左側の方が優勢には見えます。さあここで画面左側、父親もサンドペーパー500も捨ててスコッチの作業に入るのか。ここで洗剤を探しています。どこにあるのでしょうか。おっと、これは画面右側の花のバケツの横にありました。これも作戦なのでしょうか。しかしこんな作戦もろともしません。画面左側も洗剤をつけています。最後の作業に入っています。さあしかし画面右側、花も負けていません。どんどん磨いています。一生懸命やっています。真ん中どんどん磨いていきます。これは腕が疲れる作業なことは見ても取れます。しかし画面左側の板金塗装女子の父親はもう泡立っているのが見えるように最後の作業に移ろうとしています。右側板金塗装女子花本人はどうでしょうか。やや左側を見て焦っているように見えますが、ここから試合ね、先何があるかもまだ分かりませんから。しかしもう左側の父親も流しにかかっているぞ。これはもう試合が見えているのでしょうか。ややというか、かなり左側が優勢な状況ではありますが、最後の試合終了のゴングが鳴るまで頑張ってほしいものです。もうここで全体に水をまき始めました板金塗装女子花の父親。しかし右側まだ水をかける段階には進んでおりません。この勝負どうなるのでしょうか。もう仕上げにかかってますね。磨き残しなどを消している状況ではありますが、画面右側はまだステップ2を終えることもできていません。この勝負ハンデがありで、右側の方がやや勝機があるようにも見えましたが、そんなことはありませんでした。やっぱり30年の経験というものがこの勝負を決定的に決めました。花も洗剤をつけて手に取ってどんどん磨いていく。同じステップに立ちました。左側どんどんもう水をかけて仕上げにかかっている画面左側の父親、そしてもう洗剤を手に取ったステップ3の画面右側の板金塗装女子本人、同じステップですが、ややこの左側の方が有利に見えますでしょうか。もう手を挙げてしまった。画面左側板金塗装女子花の父親がここで手を挙げて先に終了しました。ここで優勝が決定しました。画面左側の板金塗装女子の父親です。やっぱり30年の経験がありますから、ここは意地とプライドでも勝たなければいけません。そういった試合でした。しかし試合がもう決まっておりますが、右側の板金塗装女子花はここでも一生懸命磨いています。最後までやることによってこれからの成長につなげていってほしいものです。さあどんどん端からやっていきます。板金塗装女子の父も勝利で飾ったんですけども、磨き残しがないか最後の確認をしています。右側板金塗装女子花本人頑張ってほしいものです。どうでしょうか。終わりました。ここで試合が終わりました。試合結果、画面左側の父親が優勝、そして右側板金塗装女子花本人が準優勝という形でこの決勝戦は終わりました。ありがとうございました。